どうも、クービーチャンネルです。今日はこの愛車、軽キャンピングカーインディ727、電気をパワーアップして車尺に行ってきます。夏に向けてポータブルクーラー常時使えるように 400W ソーラーパネルと 200Ah のリチウムバッテリーを取り付けます。軽キャブコンに 400W という超大容量のソーラーパネルをつける動画は YouTube 上では初めてだと思います。うまくいってくれたらいいんですが、この屋根で大量に電気発電して車内のポータブルバッテリーを常時稼働させたり、旅の時に昼にソーラーパネルで貯めた電力を夜の車内料理で使う、めちゃくちゃロマンありますよね。今回取り付けるアイテムがこちらです。これ1枚 200W のボージュ RV ソーラーパネルです。これすごい軽量で曲げても大丈夫です。梱包されている状態です。もうかなり曲がってますね。これでも大丈夫なようです。バッテリーはリタイムのリチウムバッテリーです。12V100Ah2 台で 200Ah。 こちらは超寿命で軽量、そして鉛バッテリーに比べると実質容量倍になります。また後で詳しく説明します。こちらはソーラーパネルと接続するレノジーのソーラーチャージコントローラー、そして同じくレノジーのバッテリーモニターも取り付けます。インバーターも 1200W タイプ取り付けます。これバッテリーとつないで家庭用コンセントを使えるようになります。ソーラーパネルとリチウムバッテリー取り付けるにあたって問題点が2つあります。ソーラーパネルの問題点が、これ屋根ポップアップするんで今上がってる状態なんですけど、15センチぐらい上に上がります。なのでつけてもケーブルが伸びないとダメなんですね。正面から見るとこんな感じで、普段はこの隙間がありません。ポップアップ上げると開きます。上の屋根を開けて線を中に入れるか、あとははわしてこの窓のとこですね、ここから入れるかです。ただこうすると見栄え悪いです。ちょっと後で考えます。ソーラーパネルのケーブルを引き込んだら、このサブバッテリーの充電とポータブルバッテリー充電切り替えて使えるようにしたいと思います。もう一点は車内なんですけど、このバッテリーシステムがこの中に入るかですよね。現在は鉛バッテリーが1個入ってます。軽く中見てみると、これがインバーターですね。純正のこれ 400W です。今回使えるのがこの 1200W のインバーターです。大きさ全然違います。そしてバッテリーを充電するのに外部コンセントの充電器と走行充電器2つ入ってます。どこに入ってるんかなって見てたら、なんとこの上についてました。走行充電が奥にあるやつです。これ調べたら結構前のやつで 264W しか充電されません。ケーブル太くして最新の走行充電器に変えたら 500W とか充電できるんですけど、このケーブル取り替えようと思ったら車体下に穴が開いていって、ここですね、車体下からメインバッテリーまで持ってこないといけません。この車体下はわしてメインバッテリーも持っていくのはかなり難易度高そうだったんで、今回は元からあった走行充電器をそのまま使います。それではバッテリー関係から先取り付けますんで、この鉛バッテリーを取り外します。問題は2個入ってあと全部入るかですね。一度やってみます。まずはメインバッテリーのマイナス端子を外します。車内のサブバッテリーもマイナス端子から外していきます。これかなり重たいです。取り外しました。こちらが鉛バッテリーで、こちらが新しく付けるリチウムバッテリーです。大きさほとんど同じですね。大きさは同じなんですけど、この鉛バッテリーの重さが 23kg で、リチウムバッテリー1個が 11.5kg なので2つで 23kg。 リチウムバッテリー2台の方が軽いんですね。このリチウムバッテリーはリン酸鉄リチウムバッテリーといって安全性がかなり高いバッテリーです。そして BMS 搭載、保護機能が搭載されてますんで、より安全に使えると思います。そしてリチウムバッテリーはフルで使えます。この鉛バッテリーは 50% 以下は使えないので実質半分になります。そしてリチウムバッテリーまだメリットがあるんですけど、長寿命なんです。これ約10年使えます。4000サイクル充電可能です。鉛バッテリーは 2,3 年で交換になります。かなりのメリットばっかりなんですけど、一つデメリットあります。これ放電温度、使用温度はマイナス20度まで大丈夫なんですけど、充電温度が0度までです。なので真冬の氷点下車尺の時、走行充電ができません。なのでこういったものを用意しました。これバッテリーのプラスつけて強制的に切り離すことができます。なので氷点下車尺の時は、走行充電する時はこれをオフにして走行充電できないようにします。氷点下でもそのまま走行充電しちゃうとかなりダメージを負うそうです。なので忘れずにこれをオフにしておきたいと思います。問題はこの中に2台入るか、やってみます。ちょうど入りました。いやーよかった。
で横幅ここ少しスペースあります。ここにインバーター横置きしたら入るんじゃないですかね。お、いけますね。大丈夫です。でとりあえずこれで接続していきます。まずは一旦バッテリーを外して走行充電器から取り付けていきます。こちら走行充電器なんですけど、メインバッテリーから来てこっちをサブバッテリーにつなぎます。でそのケーブルがこれですね。これを新しく取り付けるリチウムバッテリーのプラス端子に取り付けます。途中にこのオンオフスイッチを取り付けます。この線の途中につけたいんですけど、ここだったらスイッチ結構めんどくさいんで、この入り口あたりに取り付けます。ケーブル延長するんですけど、こういったものヒューズ付きのコードを売ってます。こちらを取り付けていきます。ケーブルに丸型圧着端子取り付けていきます。この根元のむき出しの部分は熱収縮チューブで絶縁していきます。ケーブルの反対側はバッテリーに挿すんですけど、こちらは元からついていたこの 40A のヒューズ、ここに挿します。こうすることにより万が一ショートしてもこのヒューズが飛んでバッテリーには影響ありません。こちらは差し込んで六角レンチで締め込むだけです。延長したケーブルの取り回しなんですけど、こう出すとちょっとみっともないんで、ここに穴開けます。ケーブル通します。はい、こんな感じで取り付け完了しました。配線もある程度隠れて見栄えは良くなったと思います。せっかくなのでこの上ですね、ここにレノジーのバッテリーモニター取り付けます。はい、こちらは両面テープと下に木ダボを挟んで落ちないようにしてます。で配線もまた後ろにしました。なんかメカメカしくなってきていい感じですね。これで走行充電器の取り付けは OK です。次は外部充電器なんですけど、こちらももうそのまま使えますんでバッテリーにつなげるだけで大丈夫です。あとはインバーターですね。こちらを横に取り付けます。で付属のケーブルがこのすごい太いのついてきました。付属でオンオフのスイッチのコントローラーついてきました。これをここに挿してオンオフできます。コンセント使うときはここに挿すんですけど、元からこれインディのインバーターについてたコンセントなんですけど、ここにつながってます。なのでこれ延長してここに挿します。インバーターのプラスからバッテリーにつなぐ線なんですけど、途中にヒューズ入れます。 100A です。今回はこれ何回も使うタイプにしました。はい、これでリチウムバッテリー取り付けられる状態になりました。あとはバッテリー乗せてプラスはプラス、マイナスはマイナスに接続していきます。まずはこの2台のバッテリーを並列接続していきます。これは Amazon で買いました14スケアのケーブルです。プラスはプラス、マイナスはマイナスに接続します。これで並列接続完了しました。あとはこの赤の端子ですね、全部つけていきます。すべてのプラス端子接続完了しました。合わせやマイナス端子を接続するんですけど、今回バッテリーモニター取り付けてますんで、こちらを接続します。このモジュールのここにマイナス端子すべて接続します。そしてここからバッテリーのマイナス端子に接続します。そうするとバッテリーに入る電力や出ていく電力がモニターで見ることができます。はい、装着完了しました。プラス端子はこちらに全部接続しました。で、あちらのモジュールですね、ちょっと丸型端子が小さくて大きいものに変更しました。細かい配線を後で直すとして、とりあえず動作確認します。バッテリーモニターもうついてますね。今現在 0% と表示されてます。リチウムバッテリーは 100% に充電しましたんで、今から設定していきます。この上のボタンを3秒押して 100% に設定します。なりましたね。 100% です。それでは電気やインバーターなどつくかチェックしていきます。まずはメインスイッチオンで、照明1つきました。スポットライトもつきました。では次はインバーターつけてみます。長押しします。つきましたね。ここに 13.4V と表示されてます。それでは実際に使ってみます。このポータブルバッテリー今容量ないんで充電してみます。はい、今 600W 入力されてます。問題なく仕事きました。インバーターのファンの音は結構しますね。今サブバッテリーがほぼ満タンなので、このポータブルバッテリーしばらく充電して容量を減らしてから走行充電されるか確かめます。満タンになりました。バッテリーの残量が 136Ah、68% まで減りました。はい、それではエンジンかけます。
バッテリーモニターの方入力されてます。13ペア現在入力されてます。 175W です。これ走行するともっとワット数上がってくると思います。次は外部充電試してみます。はい、外部充電器も大丈夫ですね。 150W 入力されてます。バッテリー関係はこれで設定終了です。今からソーラーパネルつけようと思ってたんですけど、雨降ってきたんで明日取り付けます。今日はとりあえずこのソーラーパネルのチャージコントローラーだけつけます。ソーラーチャージャーの裏側はこんな感じです。壁にこのネジを刺してこんな感じで引っ掛けて設置します。入り口付近につけたいので、このバッテリーモニターの反対側こっちにつけます。おお、いい感じですね。今回なんですけど、このソーラーパネルをサブバッテリー充電とポータブルバッテリーにも充電しますんで、この切り替えスイッチを取り付けます。これ中開けるとこんな感じになってます。ここにソーラーパネルからのプラスマイナスを取り付けます。そしてこれをレバー下にするとこっち側に電流流れます。プラスマイナスですね。で上にするとこっち側、ここに電流流れます。これでソーラーパネルからサブバッテリー、こっち側にするとポータブルバッテリー、もしくはこのカットっていうその3パターンできます。はい、取り付け完了しました。なんかめっちゃいいですよね。このデジタルは最新っぽくて、よくこういった昔からある機械式のやつも男心をくすぐります。配線はソーラーパネルつけてからまた明日やります。ソーラーパネルからここの線入って、そしてチャージコントローラーに行って、ここからサブバッテリーに行きます。晴れてはないんですけど、曇りで雨降ってないんで、今日ソーラーパネル取り付けていきます。屋根の方は今洗って脱脂も完了しました。こちらのソーラーパネル1枚 200W2 枚なんで合計 400W 屋根に貼ります。防水で重さは 1.2kg と軽量です。軽自動車などパワーのない車には助かります。取り付け方法なんですけど、この裏がもう両面テープになってます。屋根に2枚仮で設置してみました。ぴったしですね。こっち側は少し余裕があります。でこの前の方ですねに穴開けて配線通そうと思います。こんな感じで少し雨が通る隙間が空いてますんで、ここ断熱したいと思います。で一旦マーキングします。はい、ソーラーパネル一旦下ろしました。でこれなんですけど Amazon で購入した 3mm の断熱シートです。少しへこんでいるんで、これ二重にすればちょうど平らになりますんで、約20センチにカットしました。で貼っていきます。はい、次なんですけど、このソーラーパネルの裏側、ここ4面テープなんですけど、この間何もないんですよね。ここもこの 1mm の断熱シートが出たんで、こちらを貼っていきます。はい、貼り終えました。ちょっとこの辺足りなかったんですけど、もうこのままいきます。このフレキシブルタイプのソーラーパネルはメリットがたくさんあるんですけど、熱がデメリットなんですよね。太陽に照らされているとかなり高熱になりますんで、これで少しでも断熱できたらいいなと思います。はい、じゃあこれで貼っていきます。うまくいくでしょうか。はい、貼れました。これちょっと1ミリぐらいずれたんで1回貼ったんですけど、取ろうと思ってやったんですけど全然取れませんでした。かなり強力な両面テープです。もう火が暗くなってきたんですけど、コーキングだけしときたいと思います。はい、どうでしょうか。素人の割にはうまくいった気がします。この隙間空いてるところは分厚めに塗っときました。かなりいい感じになりました。あとはコーキング固まるまで待って配線していきます。また別の日に撮影します。それでは続きやっていきます。はい、ソーラのコーキングもいい感じで乾いてます。もう屋根に穴開けて車内にケーブル引き込みます。ここが中の屋根の下なんですけど、こんな感じでなんか穴が開いてます。配線が通ってます。天井まで一回ドリル刺して穴開くかやってみます。はい、これ屋根の外側なんですけど、ちょっと穴開いたかなと思ったんですけど、ちょっと開いてないですね。あ、これかな。ここに小さい黒い点があります。これちょっと出てるんで、これですね。でこっから穴開けてきます。わあ、これ今回一番緊張しますね。それでは穴開けます。はい、貫通しました。今中確認したんですけどやっちゃいました。
自分ここに中から穴開けて上に貫通したと思ったんですけど、そこ開いてなくて、ここに穴が開きました。これ今光来てます。本来穴開けたかった場所はもうちょっと前のこの辺でした。なんか傷あったのを勘違いして貫通したと思ってました。幸いこっち側は貫通しなかったようなんで、もうこっち側で行きます。はい、じゃあここコルゲートチューブでカバーしてコーキングで周り埋めていきます。次はここにソーラーパネルのケーブルを通していきます。で今回なんですけど、このソーラーパネルと同じメーカーのボージャ RV、 こちらの配線カバー上にかぶせて雨を防止したいと思います。ここで問題なのが高さなんですよね。軽自動車は2メーター未満じゃないといけません。でこのボージャ RV 配線カバーが 4.3 センチあります。インディが車検証で196センチなんで、これつけると2メーターと3ミリはみ出ちゃいます。でもここちょうどへこんでるんですよね。雨が流れるようになってます。で測ると6ミリへこんでました。これ取り付けると 199.7 センチになります。ほんの少しだけ3ミリ2メーターより低くなります。なのでここにこうやって両面テープとコーキングで貼り付けます。これ本来グレーなんですけど白に塗装しました。ボディと合うと思います。はい、配線できました。動画撮れていなかったんですけど、この両面テープの後にここビス止めました。そしてその上にコーキングしました。ソーラーパネルの線はコルゲートチューブで保護して後で固定して止めます。この配線を引き込んでる入り口なんですけど、本来は1本ずつなんですけど穴広げて2本にしてます。なので空間できてますんで、ここもコーキングしたいと思います。中の配線なんですけど、こんな感じでソーラーから4本出ています。この並列接続のコネクタを使って、プラスはプラス2本を1本に、そしてマイナスはマイナスで2本を1本にします。はい、配線できました。このポップアップルーフが上がったり下がったりしてケーブルが伸び縮みしないといけないので、少し長めに配線しました。ソーラーのケーブル4本が並列接続で2本になって下に出してます。ここ本来はポップアップルーフの板が置いています。ただ自分はもう何年も外したものです。というのはこの板あると高さがソファに座った時頭ちょっとつくんですね。ただ車検の時はここの板がいります。でこのソーラーのケーブル2本下に降りてるこのケーブルが邪魔で置けなくなるんで、その車検時はこのコネクタ外します。そうすると置けるようになります。それではソーラーパネル何ワット充電されるか検証します。じゃあサブバッテリーの方に行きます。はい、今空は残念ながら曇りです。充電されてます。これスマホと Bluetooth でつながっていてアプリでも確認できるんですけど、現在が62ワット入力されてます。曇りということでワット数はそんなに高くないですが、ちゃんと充電されてます。ポータブルバッテリーも充電してみます。ポータブルバッテリーも充電されてます。現在62ワット入力されてます。いやー安心しました。で今日曇りなのが惜しいですね。明日晴れみたいなので明日また検証します。で今日ですね、実際に車中泊に行ってこのぐらいの電力とソーラーパネルがあればどんな車中泊になるのか、電気を大量に使いどのぐらい実用的なのか、そして明日の晴れまで大量に減った電気がソーラーパネルと走行充電でどのぐらい充電されるのか確かめて、軽キャブコンでの使い心地のメリットデメリットをお伝えします。はい、固定完了しました。このソーラーパネルのコネクタの入り口もこの防水テープと結束バンドで水張らないようにします。コーキングもいい感じで固まってます。それではサブバッテリーを充電してまた夜に出発します。それではいただきます。いやーなんかこの DIY した機材を見ながら飲むビールは格別です。で
走行中特に落ちたりとかずれたりはなかったようです。良かったです。現在の車内の温度が 14.9 度、外が 11.4 度です。ちょっと寒いんで F ヒーターつけます。サブバッテリーの現在の残量が 199Ah、200Ah がマックスなんでほぼ満充電ですね。今の消費電力は約 130W ですね。今つけた FF ヒーターと、あとはこの照明3つですね。それとこの車載冷蔵庫、こちらを現在使ってます。今日はガンガン電気を使ってきます。おつまみで大量に電気を消費するものを持ってきました。こちら焼き鳥屋台と言います。これ電気の一人用の調理器具なんですけど、ここが熱になってて、これ網になってまして、ここで焼き鳥や肉や野菜など焼きます。これつまみとして最高なんです。もうかなり年季入っていて愛用してるんですけど、いつも家で使ってます。これを車内で使って電気大量に消費していきます。今回の DIY で撮影できてなかったポイントなんですけど、こちら DC10V のシガーソケットとインバーターのリモコンです。これ穴開けました。それではここでおつまみ焼いていきながらビール飲んでいきます。今日はいろいろ買ってきました。お肉に海鮮類やキノコ類、はい、今調理器具電源入れたら合計の消費ワット数が 770W ですね。かなり消費してます。できるだけ煙が出にくい食材選んだんですけど、ベンチレーター回しておきます。いただきます。ごちそうさまでした。約1時間つまみながらビール3本飲んでしまいました。サブバッテリーの残量が 132Ah、 67% になりました。やっぱりこんだけ出力が高い調理器具使ってるとがっつり減りますね。でもまだ 67% なんで明日も大丈夫そうです。まだビール飲みたい気分なんですけど、今日は我慢して寝る準備をしていきます。歯磨きなんですけど、ギャレに水入れてきてません。なのでこの防臭袋に凝固剤ですね、こちら入れて歯磨きしていきます。パジャマはこの枕の中、ここに入れてます。シュラフはこのロゴスの快適温度2度までの冬用シュラフで眠ります。最終残量が 130Ah、 65% です。それではバッテリーにして寝ます。明日の天気予報は快晴です。この 400W のソーラーパネルの実力が分かります。おはようございます。ちょっと窓開けて寝たんですけど、車内かなり暑いんでベンチレーター回していきます。現在の外気温が 23.4 度とかなり暑くなってます。もうちょっとしたらポータブルクーラーないと車内では過ごせないですね。空は快晴です。現在のソーラーパネルから入力はなんと 273W です。まだ朝なんですけどすごいですね。一旦サブバッテリーからこのポータブルバッテリーの方に切り替えてみます。ポータブルバッテリーは現在 254W 入力されてます。250W 以下の消費電力の機械でしたら実質電力ゼロで動くことになります。簡単に切り替えれるの最高ですね。作ってよかったです。これ太陽が真上に上がる12時だったらもっと発電量多そうです。それでは着替えてさらに電力使っていきます。朝ごはんなんですけど、普通にお米炊いて
お味噌汁、そしてこちらで鮭焼いていきます。これでかなり電力消費すると思います。網で焼いたんで鮭がめちゃくちゃ美味しそうです。それはいただきます。ごちそうさまでした。美味しかったです。それでは片付けます。そしてこのソーラーパネルなんですけど、今で270ワットぐらい発電されてるんですけど、お昼ってもっとすごいですよね。300ワットいくと思います。せっかくなんでちょっと待ってお昼の遅くでもしたいと思います。気になるのがこのソーラーパネル自体の温度です。これかなり熱くなってます。一回測ってみます。わ、すごいですね。59度。ちょっとカメラは反射して映ってないかもしれないんですけど、約60度です。じゃあこの白いとこ行きます。こちらは35度ですね。ソーラーパネルとこの白い屋根の部分の温度差は25度もありました。やっぱりかなり暑くなりますね。車内の屋根の温度も測っておきます。ちなみに壁側が今 27.5 度、そして屋根が 36.7 度。やっぱり高いですね。天井の素材が FRP という素材です。普通の車の鉄板などに比べるとまだ熱伝導率は低いんですけど、それでもやっぱり暑くなりますね。この辺はソーラーパネルのデメリットだと思いました。はい、お昼前になりました。で、現在のソーラーパネル発電量がなんと306ワット。すごいですね。現在のサブバッテリーの残量なんですけど、このレノジーのモニター設定ミスってしまって 100% になってます。でもサブバッテリーの取説読んでいったら、現在の電圧でサブバッテリーの大体の残量が分かるそうです。今が何も負荷をかけてない状態で 13.3V、 電圧 13.3V は容量約 90% です。ほぼ満タンに近いですね。晴れていて300ワットも発電されていれば、4時間でワットアワー換算1200ワットアワー、アンペアアワーだと100アンペアアワー充電されています。今回2食分この大量に電気消費する調理器で調理してサブバッテリー半分ぐらい消費したんですけど、その分が回復されてます。400ワットのソーラーパネルをつけると減らない電源を手に入れた感じですね。ポータブルバッテリーもソーラーパネルから充電してみて、もうしばらくソーラーパネルで様子見ます。はい、あれから3時間経ちました。ソーラーパネル発電量がなんと落ちました。最初300ワットだったんですけど、暑すぎると熱で発電量が落ちるそうです。150ワットになりました。この辺はフレキシブルソーラーパネルの弱いところですね。走行すれば風で温度が下がり多少マシになりそうです。最後に今回ソーラー400ワット200ワットアワーのリチウムバッテリー実際に使用してみての感想なんですが、この2つのシステムがあれば長旅で電気に困らなさそうです。300ワット発電すればポータブルクーラー太陽が出てるうちはずっと使えます。太陽の暑さに太陽自ら出している太陽光のエネルギーで暑さをしのぐという面白いシステムですね。ポータブルクーラーなんですけど、今年も各社から新製品がいろいろ出るようなのでまた検証していきます。このシステムで何時間使用できるか試してみたいですね。メリットがたくさんあるんですけど、実際使ってみて分かったデメリットありました。まず1つ目なんですけど、屋根がかなり暑くなります。40度になりますんで夏怖いですね。まだ3月でこれなんで7月8月はもっと上がると思います。2つ目なんですけど、このポップアップルーフ少し重さできしみちょっと下がりました。やっぱりソーラーパネル軽いんですけど後ろの方に乗せたんで下がりやすくなったようです。屋根の付け根の方にこのポップアップのダンパーが入ってるんですけど、これ中古で買ったインディ727なんですけど元から弱かったんですね。これを新しいのに変えたら問題なくなるかもしれません。あとは個人的なんですけど洗車機が使えないですね。自分この軽キャブコン洗車機ガンガン突っ込んでたんですけど、もうソーラーパネルケーブルがあるんで洗車機は難しいと思います。あともう一個使ってみて感じたデメリットなんですけど、このバッテリーの温度はやっぱりこれ密閉するんで温度上がってました。インバーターも発熱しますんで、なのでここなんか空洞あった方がいいですね。これはまた DIY 考えます。
今回初めて電気系の DIY にチャレンジしてみた感想なんですけど、理解すると楽しかったです。今まではこの複雑な配線見るだけで無理ってなってもうそっと閉じていたんですけど、このバッテリーからの電気の流れを理解すれば意外と初めてでも大丈夫でした。何かトラブルあった時に自分で直せるのは強いですよね。 DIY の中で一番辛かったのってもう老眼ですね。この今までは手元見てて全然大丈夫だったんですけど、この近くにするとピントが合わないんですね。45歳になるとこういった苦労もあるんですね。いちいちメガネやコンタクトを外さないと近くが見えません。この最強になったインディ727で長距離旅にも行ってみたいですね。走行充電とソーラーパネル、電気だけでどこまで旅できるのかチャレンジしてまた動画にしたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。